どうもこんにちは、ひげこいです。フルオートで撮ることができるオートフォーカス搭載のフィルム一眼レフカメラニコン F80 についてお話しします。半年前にファーストインプレッションとして軽めの動画を出しましたが、これまで使ってきた印象も踏まえて今回は詳しめにレビューをしていきます。今回の動画ではニコン F80 の特徴、買ったきっかけ、おすすめしたい方、購入先、最後にフィルムの入れ方や使い方、このあたりのお話をしながら写真の作例を挟みつつご紹介していきたいと思います。まず最初にカメラの紹介と特徴ですが、ニコン F80 は2000年に発売されたカメラです。ピント合わせ、露出、フィルムの巻き上げ、巻き戻しがフルオートで行われるフィルム一眼レフカメラで、見た目も現代のデジタル一眼カメラと変わらないような作りになっています。ニコンのデジタル一眼レフカメラを使ったことがないので操作性が同じかどうかは分かりませんが、僕個人の感想だとデジカメと同じように簡単に扱えるカメラっていう感じの印象です。ニコン F80 の魅力をサクッと4つお伝えすると、1つ目がオートフォーカス搭載で撮りやすいこと、2つ目がシャッタースピードが最速4000分の1まで稼げるということ、3つ目が価格が安いこと、4つ目がそこそこコンパクトで可愛いこと。こんな感じです。では細かく紹介していきます。モードは大まかに4つあって、マニュアルモード、プログラムオート、絞り優先モード、あとはシャッタースピード優先モードっていうのがあります。シャッタースピードのところで言うとバルブ撮影も可能になっています。オートフォーカスについてですが、オートフォーカスはさすがに現代のカメラには劣りますが、意外と速くて結構使いやすいなと感じています。AFS、AFC とどちらも使えるのでとても使いやすいですし、即拠点の移動も方向キーで動かせるのでとても簡単です。一つ分かりにくいことといえば、フォーカスポイントを変えた時の色の変化は分かりづらいことぐらいですね。次はシャッタースピードについてですが、シャッタースピードも4000分の1まで対応しているので絞りを開けて撮れますし、 ISO400 ぐらいのフィルムを入れていても少し絞れば昼でも撮ることができるので、フィルム選びの幅も広がって楽しいです。次はレンズについてですが、現代の AF レンズも使えるので、フィルムなのにレンズがめちゃめちゃ新しいみたいな楽しみ方もできるので、すごく撮影の幅も広がります。対応レンズについては概要欄にリンクを貼っておきますが、僕のレンズで言うと今持っているのはニコン AFS ニッコール 50mm F1.8G という現行レンズです。このレンズは価格は中古で2万円弱ぐらいで購入できるので、比較的手に入りやすいレンズです。注意点としてはマニュアルのレンズは使えないので、そこだけは気をつけたいポイントです。次は価格についてですが、発売当時の価格はニコン F80S という撮影データや日付を記録できるこのデータパック付きのカメラの方が10万円ぐらいしたそうで、データの記録とかができないタイプの方が9万円ぐらいだったようです。今で言うとおそらく中級機ぐらいに位置するカメラだったのではないかなと思うんですが、そんなカメラが今となってはボディのみだったら1万円以下で購入できるようになっているんですよね。で、2000年頃同時期に同価格帯で発売されていたキヤノンの EOS7 っていうのも同じぐらいのお値段で中古品を購入できるみたいです。僕が個人的にお伝えしたい特徴やポイントは大体こんな感じなんですが、高機能なカメラなので他にもまだまだたくさん特徴があるので、その辺については概要欄に詳細のリンク、公式サイトのリンクを貼っておきます。もし興味があればチェックをしてみてください。次は買った理由やお値段、おすすめしたい方について一気にお話ししたいと思うんですが、ニコン F80 を選んだ理由はやっぱり一番大きなポイントはお値段ですね。こんなかっこいい高級なカメラが1万円以下で買えるっていうのはかなり魅力的なポイントだったんですけど、買ってよかったなと思ってます。オークションサイトやフリマアプリだと5000円から7000円ぐらいで購入ができて、 Amazon とかでも中古品は売ってたりするんですけど、中古カメラ店や Amazon だと1万円前後ぐらいの印象です。僕はヤフオクで5000円プラス送料で購入をしたんですが、正直ヤフオクはギャンブルな面もあるのでヤフオクで買うのがおすすめですよとは言えないんですけど、失敗したとしても勉強代として考えられる方にとっては結構いい買い物ができる場所だなとは僕は思います。で、ヤフオクがおすすめできないっていうわけではないんですけど、どちらかといえば、Yahoo ショッピングなどで、ニコン F80 と検索して出てきたカメラ屋さんで購入をするのがおすすめだと思います。個人的に好きなお店は5スターカメラさんというところで、結構今までフィルムカメラとか購入させていただいてます。購入する際のポイントなんですが、注意したいところが何点かあって、まず1つ目が電池質。この電池を入れるところが液漏れを起こしていないかどうかっていうところが1つと、あとこのグリップのところ、グリップがベタついたりするようなんで、この辺はちょっとちゃんと確認しておいた方がいいっていうのが1つで、あともう1つは最後が中に内側にモルトっていうのがあるんですけど、こういう、光が漏れないようにするためのこういう綿みたいなのがあるんですけど、これがしっ
っかりとついているか綺麗かっていうところがもう一つのポイントだと思います。あと他にも塵やホコリなど、カビとかもですけどチェックしたいポイントが、たくさんあるんですけど、特に液漏れなんかは書いてないこともあるんで、その辺はしっかりチェックしたいという感じですね。特にヤフオクとかだったらしっかり聞いといた方がいいかなと思います。あとちなみにオートフォーカス対応の一眼レフカメラは、メーカーサポートが終了していると部品の調達ができずに壊れた時は修理不可で使えなくなるっていうリスクもこういうカメラはやっぱありますね。しっかりはしてるんですけど、いつか壊れるリスクっていうのは絶対にあると思います。修理も請け負っているカメラ屋さんとかはこういった AF 機をあんまりおすすめしていない印象も正直あります。最初はこういうの買ってもいいと思うんですけど、フィルムにがっつりハマっていきたいなと思っている方はやっぱり機械式がいいのかなと思います。ただ僕的にはこういうカメラはやっぱり子供撮りやすいっていうのはあるんで、オートフォーカスでフィルムを撮るっていうのは楽っちゃ楽なんで結構気に入ってるんですよね。でおすすめしたい方についてですが、今 F マウントのレンズをすでに持っている方やこれから初めてフィルムカメラに手を出そうと思っている方に特におすすめです。今は安いんですけど、発売当初は10万円もしたカメラなので、初めてフィルムカメラを買う方にとってはハードルが高かったのかもしれませんけど、こういうカメラは今は特にラフにフィルムを始めたいなと思っている方にはうってつけの機種だと僕は思います。そしてもちろん僕と同じように子供を撮っている方にもおすすめしたいカメラです。AF 機だといってもやっぱり失敗写真もたくさんあるんですけど、マニュアル機だとじっくり撮らないといけないので、昔は1歳2歳の時は結構撮れたんですけど AF があるとやっぱり楽だし、マニュアルで追うのもしんどくなってきたので、こういうカメラが使いやすいかなと僕は思います。最後に使い方を少しお伝えします。購入時には電池が入っていないと思いますので CR123A を2本入れます。 Amazon で購入をすることが可能です。フィルムの入れ方は側面のレバーを下げて裏蓋を開けてパトローネを逆さまに入れた状態でセットします。フィルムをこれぐらい引き出しておいて裏蓋を閉じて電源をセットすればフィルムが自動でグイーッと上がっていくので、これでセットが完了です。 E になっていた場合はもう一度入れ直してください。でモードダイヤルを動かしてこちらで好きなモードにセットをして A モードとか S モードとか B モード、その辺を使ってセットして使ってください。M モードで使い方を見ていくと、右手の手前、ボディの前面が絞りで手前の親指あたりのダイヤルがシャッタースピードのダイヤルです。細かいところはこの辺でここのボタンを押しながら親指のダイヤルを回すと露出補正が調整可能です。であと AF モードの切り替えはレンズ横のレバーというかダイヤルになるんかな、これで S と C が切り替えられる感じですね。 SCM、速攻モードの切り替えもできますので、深夜お好みに合わせて調整してみてください。取り切った後はオートローディングが始まるので待っていてください。フィルムの巻き上げですね。巻き戻しが終わるまで開けないようにしないと感光してしまうので注意が必要です。36枚撮ってもまだ撮れる場合もあるんですけど、その時は巻き戻しが始まるまで取り切ってください。使い方はこんな感じですね。では最後に少しサクレを乗せながら終わろうと思います。というわけで今回はこんな感じでニコン F80、これは S かな S についての紹介をしてみました。今回はボディのみについてお話をしてきましたが、せっかくなのでまたこの G レンズについてもニコン AFS=50mm F1.8G についての紹介もしていきたいと思います。このレンズはこの間フリンガーにつけて、フリンガーを介して XT4 っていう富士のカメラにもつけて使ってみたので、その辺も合わせて紹介していきます。それでは今後も富士のカメラや今回みたいなフィルムカメラの紹介とかレンズのレビューをしていきたいと思っていますので、もしよかったらチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。